プレミアゲー、奇ゲー、やると酔う、わけがわからない、歩くだけ、こんなのゲームじゃない。で、おなじみのプレイステーションゲーム LSD が本日2023年10月22日をもって発売から25周年を迎えました。いやー、めでたい。めでたいですね。25年経ってもあまたあるゲームの中で埋没しない理由は、今や10万円近くまで高騰した市場価格の影響かとは思いますが、怪しいお薬と同じ名前ながら販売禁止にもならず、コアなファンの中で親しまれてもう25年です。そんな LSD ですが、販売はアスミックエース、開発元はアウトサイドディレクターズカンパニー、通称 OSD という会社が制作しており、OSD は LSD の開発よりも前に、トンノーというこれまた奇妙なゲームをリリースしておりました。OSD ではその他複数のゲーム作品を制作しており、その全てが設定上つながっているというわけではないのですが、LSD においては他の OSD 作品に登場するものが複数登場しております。今回はそんな LSD で見られる他作品の元ネタを紹介したいと思います。申し訳ありませんが、紹介するものの性質上、それぞれのゲームのネタバレを多分に含む内容となっております。3、40万円ほどあれば全部買ってプレイできると思いますが、一通り当チャンネルでもプレイした映像がございますので、先にご視聴いただければと思います。トンノー。トンノーは1994年に PC ゲーム用としてリリースされた輪廻転生アドベンチャーソフトです。主人公のリンがトンノーという緑色で人の頭の形をした島で奪われた魂を取り戻すというゲームです。キャッチコピーは9回死んで9回生まれろ。さて、そんなトンノーは LSD の中で4つ登場するものがあります。ハッピータウンの床にはカラフルで様々な模様の顔をしたテクスチャが敷き詰められていて、歩くとそれぞれ風変わりな音を発します。このテクスチャこそトンノーのフィールドである欲望の国ユイワンの柱の下部に刻まれている模様なのです。この模様はトンノーの作中においては一切触れられない謎の模様なのですが、ハッピータウンの床として印象的な再登場を果たしております。もっと言えば電車の頭の部分にも描かれております。ちなみにこの模様は奉行所の第4テクスチャや太陽の端のフィールドの第4テクスチャの床にも色違いとして存在しています。LSD の第3テクスチャでもおなじみの目、京都のバラック集落、明月荘のバーカウンター、大仏の目など第3テクスチャはサイケデリックな印象の他にこの目を多用していることが特徴です。さて、この目もトンノーでは複数見られ、特に印象深いのはアイテムの一つである目玉石です。OSD の作る映像ではたびたび目が使われていますが、このデザインの目はトンノーと LSD でよく使われたようです。実はオープニングムービーの中に生命の国の王木魚が隠れているのをご存知でしょうか。曲名プロフェッショナルプログラムが使われたこのオープニングの途中で木魚が現れます。ここです。木魚なんていないって。ではトンノー図絵を見てみましょう。木魚のページですが、虫食い鳥の下の部分に全く同じものが描かれております。LSD 本編には現れませんが、しれっと木魚が登場していたんですね。木魚も登場していては他の王も黙ってはいません。中心の山の王こと闘魚はトンノーでは体を8つに引き裂かれ封じられておりましたが、闘魚の手をよく見てください。先ほど紹介した明月荘のバーカウンターに闘魚の手が並んでおります。ある意味トンノーリスペクトなのでしょうか。闘魚は LSD にも封印されておりました。中典。中典は1995年にトンノーの続編としてリリースされた PC 用ゲームです。トンノーのリンが再登場し、今度は宇宙空間を冒険します。キャッチコピーは火、月、星、三強玉星をダッシュせよ。そんな中典では2つ LSD に登場するものがあります。中典のフィールドの一つ星の宮はたくさんの小部屋が円形状に連なるフィールドですが、これらは中国の天文学や占星術などで使われる28宿が元になっております。一つ一つに漢字が振り当てられていますが、その部屋の一つには角。皆さんお気づきかと思います。LSD ではバイオレンス外の第2テクスチャ、文字テクスチャの角、そのままこの角の字が用いられています。とってもユニークな再登場ですね。
中典の最重要人物であるナンシュですが、どうやら彼も LSD にやってきているようです。寺院の第4テクスチャには彼の顔が所狭しと床に敷き詰められております。ファンなのかナンシュ信仰の寺院なのか、どちらにせよやりすぎです。一番デカデカと登場するのは太陽の橋の第4テクスチャ。顔と顔の間の通路を歩けるこのフィールドの顔自体がナンシュの顔をしております。このフィールドも宇宙のようなフィールドですので、終点になぞらえて登場させたのでしょう。原作よりも大口開けてプレイヤーを迎えます。東京惑星プラネトキオ。1999年、プレイステーション用ゲームとしてリリースされた東京惑星プラネトキオは、LSD の次に開発されたアドベンチャーゲームです。大地震によって崩壊埋没した東京から空中に転移した浮遊都市プラネトキオに襲来する宇宙人たちから施設プラネトキオ防衛隊であるイケン君がナルナル1号という武器を駆使して戦います。キャッチコピーは登場人物80人にも及ぶ新喜劇新世代オバカルチャーシアター。 LSD の中でも次回作をほのめかすような演出としてプラネトキオが登場します。LSD を初めてプレイして何と思うのがこの京都のキャラクター。口から東を放ちますが、4種類のテクスチャでそれぞれ文字が異なり、第2テクスチャでは星、第3テクスチャでは枠、第4テクスチャでは京になっています。並び替えると東京惑星。こんなところで次回作を匂わせていたんですね。さらにその顔の隣の通路からミニチュア広場に入ると、第4テクスチャではキャラクターの顔が並んでおります。この顔の一人がなんとプラネトキオでのヒロインことナオミちゃんになっているのです。ちなみにこのナオミちゃんのアイコンはゲーム上では使われておらず、説明書とディスク3にだけ載っています。工場のフィールドでは奇数日謎のピストンが作動しております。このピストンのテクスチャがプラネトキオの秋葉原地下通路の背景にも使われております。皆さんは LSD の雲の形が1種類しかないことをご存知でしょうか。実は一つの雲を回転させたり、縦や横に縮めたり伸ばしたりしてバリエーションを出しているのですが、よく見るとプラネトキオの雲の中にもほぼ同じ形の雲がありました。プラネトキオの雲には複数の形がありますが、その中にも LSD の雲が混じっていたんですね。プラネトキオのフィールド、新宿にいる NPC には LSD と書かれたシャツを着ているキャラクターがいます。これは LSD には登場しないのですが、LSD 発売当初、新宿のビームスにて LSD とコラボした T シャツが販売されていた過去があり、それになぞらえて新宿に彼を登場させたのでしょう。LSD の犬といえば奉行所の犬ですが、実はこの渋谷のモニターに表示される犬はまた別の犬です。じゃあなぜこの犬を取り上げているかと言いますと、この犬のポリゴンは実は LSD の中に没データとして残されているのです。ちなみに没犬は黒紳士さんのデータと同じフォルダに入っているので、ペットだったのかもしれません。これまた LSD 本編には出ないのですが、LSD 発売当時、LSD& リミキシーズというサントラとラブリースイートドリームというアートブックが同時販売されておりました。一方これまた新宿フィールドの建物の看板をよく見てみると、ラブリー、スイート、ドリームが隠されています。LSD のオープニングロングトールアイラッシュで使われているお相撲さんのムービーは相撲つながりで、プラネトキオの両国のムービーにもほんの少し使われております。また両国のスタンプでももう少ししっかりと見ることができます。LSD の SE にはいくつか同じ SE を使っている場所があります。寺院のガーゴイルの声はバイオレンス街の幽霊の音とも同じですし、さらにハッピータウンの唇と同じ SE でもあります。唇、キスといえばプラネトキオのラスボスですね。コレクト成人化してしまったナオミちゃんとの戦闘でもこれらの SE とほとんど同じ SE が使われているようです。おそらくハッピータウンの唇からの連想だとは思いますが、初めて聞いた時は同じだと驚いたものです。リズムンフェイス。2000年にプレイステーションからリリースされたリズムンフェイスは今までとは打って変わって BGM のテンポに合わせてボタンを押し、お手本と同じような図形を描くリズムゲームです。キャッチコピーは丸三角四角で絵を描くリズムペイントアクションゲーム。残念ながら OST 最後のゲーム作品となってしまった本作ですが、
2つ LSD にも登場するものがあります。再びプロフェッショナルプログラムのオープニングにおいて一瞬だけ出てくる、あるいはミニチュア広場や50の塔の第4テクスチャに現れる顔の一部であるこの子はリズムフェイスのステージ2に登場するキャラクターです。名前はパンダ・シチュワート。リズムフェイスではボタンを押すたびポーズが変わって可愛いです。もう一つ同じムービーからこの子も出ますが、彼はステージ4の C に登場するトムソンというキャラクターです。申し訳ないですが、自分はこのステージ 4C をクリアしたことがないため、公式ホームページから紹介させていただきました。以上、LSD に登場する他作品の元ネタと同時に OST 開発ゲームについて紹介いたしました。実は中典と LSD の間にローリーポーリーズシリーズとして2作品チークゲームの PC ソフトがリリースされているのですが、そちらだけ私が持っておらず、LSD とのつながりについては確認できておりません。ご了承いただければと思います。もし、ローリーポーリーズの七転び八起き、ローリーポーリーズの世界大冒険を入手し、LSD とのつながりがありましたら、また動画にて紹介できればと思います。さて、もはやしっかり古のゲームにカテゴライズされそうな LSD。25年経ってもまだプレイステーションストアで購入が可能です。近年では撤回こそされたものの、アーカイブの廃止の話も浮上した過去がありますので、購入できるうちに購入して遊んでみてください。当チャンネルでは多すぎるほどの LSD の動画や今回紹介した OSD ゲームをプレイした動画もありますのでぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お大事に。